メタン、カタールってお金持ちの国なのだ。そうね。石油と天然ガスで世界トップクラスの富裕国よ。じゃあ、何でも買えて超幸せな国なのだ。でも、どんなお金持ちでも買えないものが一つあるわ。何なのだ？雨よ。カタールは年間降水量が世界平均の10分の1以下。10分の 1？ そんなに雨が降らないのだ。国土の 95% が砂漠。ほぼ雨が降らない。しかも、何なのだ？地下水を掘っても、塩水しか出てこない地域だらけなのよ。塩水？それ飲めないのだ。そう。特に北部の内陸地域は何十年もまともな飲み水がなかったわ。石油があっても水がない。怖いのだ。カタールの人たちは石油を売ったお金で水を輸入するしかなかったの。石油を売って水を買う。なんか変な感じなのだ。石油より水が高い国って言われるゆえんね。世界ってそういうもんなのだ。2000年代に入るとカタールは深刻な問題に直面したわ。何が起きたのだ？人口が急激に増えて、水の需要が爆発的に膨らんだのよ。でも水は増やせないのだ。どうするのだ？世界中の技術企業が解決してやると名乗り出たわ。いっぱい助けに来たのだ。よかったのだ。でもね、砂漠は甘くなかった。どういうことなのだ？海水から真水を作る装置を設置しても、すぐ壊れるのよ。すぐ壊れるのだ。なんで？砂漠の熱、塩分、砂嵐という三重苦、金属が腐食し、機械が動かなくなる。三重苦って怖いのだ。この環境で何十年も動き続ける機械を作れる国はないと多くの専門家が諦め始めたわ。誰もできないのだ。じゃあカタールはどうなるのだ？そこで、たった一社だけ手を挙げた。誰なのだ？日立造船よ。現在はカナデビアという社名ね。日立造船。船を作る会社なのだ。造船で培った巨大な機械を海の塩水の中で動かす技術が武器だったのよ。なるほど。海の技術が砂漠で使えるのだ。そう。誰もが逃げ出した三重苦の環境で、日本の技術者は設計図を広げたのよ。かっこよすぎるのだ。2015年と2017年、カタール、ドーハ近郊に、何が完成したのだ？カナデビアが建設した2基の大型淡水化プラントが完成したわ。淡水化プラント？海水や塩水を真水にするやつなのだ。正解。しかもその処理量が桁違いよ。どれくらいなのだ？1日あたり16万よ。東京ドーム133倍。頭がバブるのだ。この2基のプラントでカタールの水需要の半分以上を賄えるのよ。カタールの水の半分が日本製？嘘でしょ？嘘じゃないわ。砂漠の国の蛇口の半分は日本人が設計したものよ。すごすぎるのだ。知らなかったのだ。でも、水を作るだけじゃ届けられないのよ。確かに。作っても運べないとダメなのだ。2014年、日本の久保田が500キロの水道管工事を受注したのよ。500キロって東京から大阪くらいの距離なのだ。そう。しかも砂漠の熱膨張、塩害、砂摩耗に耐える特殊仕様の鉄管よ。33,000本の特殊な管を砂漠に敷いたのだ。そのパイプが砂漠の地下を通って、かつて水がなかった村まで届いたのよ。40年間水がなかった村に水が来たのだ。泣けるのだ。それまでタンクローリーを待っていた村の子供たちが、どうなったのだ？蛇口をひねれば水が出るという当たり前の生活を初めて手に入れたのよ。当たり前が当たり前じゃなかったのだ。その水道管に刻まれているのは日本語のメーカー名よ。砂漠のパイプに日本語。かっこよすぎるのだ。そして2022年、カタールはワールドカップよ。あのワールドカップなのだ。世界中が盛り上がったのだ。世界各地から100万人以上が訪れた時、彼らが飲んだ水の大部分は、もしかして、日本のプラントで作られた水だったのよ。ワールドカップを水で支えてたのだ。知らなかったのだ。表舞台には出てこない。でも砂漠の蛇口の向こうにはいつも日本人の設計図があるわ。かっこよすぎるのだ。さらにね、2024年に住友商事と被告電力が新プラントを受注したのよ。また日本企業なのだ。2029年稼働予定。日本はこの案件を繰り返し受注し続けているのよ。なんで日本だけが選ばれ続けるのだ？品質と耐久性が圧倒的だからよ。何十年も砂漠で壊れない機械を作れる国は他にないわ。壊れない機械。日本の職人魂なのだ。実はカタールだけじゃないのよ。他にもあるのだ。サウジアラビア、UAE、オマーン、中東の水インフラの多くに日本の技術が入っているわ。日本がいなかったら中東の水がなくなるのだ。少し大げさだけど、それくらいのインパクトがあることは確かよ。すごすぎるのだ。ここで少し考えてみて。積んだもん。何なのだ？なぜ日本だけがこれを作れたと思う？技術が高いからなのだ。技術力はもちろん、でも本質は壊れることを前提にしない設計思想なのよ。壊れないことを前提になのだ。砂漠の過酷な環境で何十年も動き続けることを最初から想定して設計する。そんなこと考えながら作るのだ。それができる国が世界に何カ国あると思う？
ほとんどないのだ。日本の製造業は想定外を作らないという異常な哲学を持っているのよ。異常な哲学。でもそれって最高なのだ。カタールを訪れた外国人が初めて知る時があるのよ。何を知るのだ。この国の水道管には日本語が刻んであるということをね。砂漠の蛇口に日本語なのだ。石油の国の水は日本人の手で作られているのよ。知らないところで世界を支えてたのだ。かっこいいのだ。でも一番大切なことを言うわ。何なのだ。誰もやりたがらない、誰もできないといった仕事を引き受けた。砂漠の三重苦なのだ。そして諦めずに何十年も動かし続けた。それが日本の製造業なのよ。なんかずんだもん。誇らしくなってきたのだ。日本人はすごいって言われると照れるけど、世界はちゃんと見ているのよ。ありがとう日本の職人さんたち。なのだ。さて、今日のまとめをするわ。はいなのだ。カタールの家庭用水の半分以上は日本のカナデビアが建設したプラントで作られている。水の半分が日本製なのだ。その水を届けるパイプ 500km は久保田が敷設。2029年にはさらに増える。日本がいなかったらカタールは困っていたのだ。石油の国の水問題を解決したのは海の技術を砂漠に転用した日本の職人魂よ。かっこよすぎるのだ。砂漠の蛇口に日本ありなのだ。日本すごいじゃなくてね、日本でないと無理だったが正確な表現よ。日本でないと無理だった。それが一番刺さるのだ。砂漠の朝、カタールのどこかで何が起きてるのだ。今日も日本製のプラントが何十万人分の真水を静かに作り続けているわ。知らなかったのだ。こんなことありがとうなのだ日本。海の向こうで誰にも気づかれずに世界を支える。それが日本の製造業の美学よ。かっこいいのだ。ちなみに2022年のワールドカップ、覚えてる？カタールで開催されたやつなのだ。あの大会で100万人以上が飲んだ水も全部日本のプラントで作られた水よ。あの時の水、日本製だったのだ。すごいなのだ。世界中が見ていた舞台の裏側を日本が静かに支えていたのよ。それって最高にかっこいいのだ。なんか感動してきたのだ。でもね、一つだけ気になることがあるのよ。今日の動画はいかがだったかしら？カタールの水の半分が日本製なんて知らなかったのだ。他にも世界で活躍する日本の底力をこのチャンネルで紹介していくわ。チャンネル登録をよろしくなのだ。高評価も忘れずになのだ。また次の動画でね。そう、信頼という無形の資産が何十年もかけて砂漠に積み上がっているのよ。お金じゃ買えない信頼が砂漠に。なんかすごい話なのだ。2029年の新プラントも日本が選ばれた。それが何よりの答えよ。また日本が選ばれた。信頼の証なのだ。そういう仕事の積み重ねが世界における日本のブランドを作っているのよ。かっこよすぎるのだ。ずんだもんも日本人でよかったのだ。それだけじゃないわ。日本の技術者たちは砂漠に何度も足を運んだのよ。砂漠に？なんでなのだ。実際に機械の動く現場を見てどこが傷みやすいかを確認するためよ。わざわざ砂漠まで行って確認するのだ。日本の職人魂は売って終わりじゃないのよ。動き続けることに責任を持つのよ。それって日本のアフターサービスの精神なのだ。その姿勢がカタールの信頼を何十年もかけて勝ち取った理由の一つよ。売るだけじゃなく守り続けるのだ。それがすごいのだ。世界がまた日本に頼もうと思う理由は技術だけじゃなく誠実さにあるのよ。技術と誠実さの合わせ技なのだ。最強なのだ。砂漠の蛇口の向こうにそういう日本人の哲学が刻まれているのよ。砂漠に刻まれた日本の哲学、かっこよすぎるのだ。今日の